琴の葉姉妹の一口 AI ミステリー総集編やで。この動画はショート動画として公開している琴の葉姉妹の一口 AI ミステリーを5問分まとめた総集編です。問題編が終わると続けて解決編が始まりますので、ゆっくり考えたいという方は各自で一時停止をお願いします。AI が考えた問題やからまっとうなミステリーは期待せんで、肩の力を抜いて視聴してな。記憶は春の手前で止まっていた。カナは気がつくと知らない山道を歩いていた。足元には枯れ葉、次の一歩では雪、また次は青葉、そしてセミの声。季節が一歩ごとにめくれていくような不思議な道だった。記録によれば、彼女は3日前、ある記憶再編集ソフトの知見モニターとして登録していた。そのソフトは、不要な記憶を編集し、整理、削除できるというものだったが、一部の記憶が二度と戻らなくなる副作用があるとされていた。そして、彼女は、その申請フォームに自筆でこう記していた。過去の事故を他人の視点で見られるなら忘れてもいい。彼女が服のポケットに持っていたのは小瓶に入った視点変換水。それを飲むと特定の他者が見た世界を追体験のように共有できるという特殊な試薬だった。しかし、カナは自分の名前も自分が何を失ったかも何も覚えていなかった。道の先、最も強く春の匂いが漂う場所で一枚のメモが風に舞っていた。君はちゃんと全部見届けた。だからもうこれで終わり。問題。カナが忘れてしまったものとは何？そして彼女はなぜこの道に迷い込んだ？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。カナは全てを忘れたみたいやけど、山道が知らない山道だということは認識できてたんかな。記憶は春の手前で止まっていた。カナは過去に起きたある事故の当事者でした。ですが、彼女の記憶の中には、それを自分が起こしたという認識はありませんでした。だからこそ、彼女は他人の視点からその出来事を見たいと望んだのです。視点変換水はそれを可能にする。事故に居合わせた別の人間。例えば、友人の視点を仮想的に再現し、第三者の目で自分自身の過ちを見ることができる。ですが、記憶編集ソフトには副作用がありました。新たな視点で記憶を上書きすると、元の当事者としての記憶が消えてしまいます。つまりカナは、罪を見届ける代わりに、自分が罪を背負っていた記憶そのものを切り落とした。彼女が歩いていた不思議な道は、記憶内に構築された自己保管空間だった。季節が入れ替わる道、それは事故当日の情景、春の道へと収束していた。そして、その道の採用、春の匂いのするその場所こそが、事故が起きたあの日だった。ポケットのメモは、編集完了のサインだった。君は、ちゃんと全部見届けた。だから、もう、これで終わり。彼女は、もう、自分が何をしていたかを知りません。ですが、誰かの目で見た自分は、そこにありました。そして、それを見届けた自分自身は、もう、そこにはいませんでした。得られたものに対して、失ったものの方が多すぎない？みんなは、この AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな？結果的に、罪の記憶は失われたけど、この結果は、本当にカナが望んでいたものやったんかな？
次回予告。観測されなかった星は忘却の中で消えていく。猫が現れた夜、建物も記憶もすれ違った。次回、猫は消えた星の建物にいた。消えたのは星か、それとも人だったのか、あなたは見抜けますか？猫は消えた星の建物にいた。深夜、天文台にいた観測者、ひなたが失踪した。彼女は、この星が消えたのは、誰かの嘘のせいだと言い残し、姿を消したのだ。彼女は、ある呪いを受けていた。嘘をつくと、空の星が一つだけ消えるという呪い。実際、彼女が過去に観測していた恒星が、記録上からごっそりと欠けていた。事件当時、彼女は双子の建物と呼ばれる構造物の片方、昼間に滞在していた。もう一方、外観が完全に同じ夜間は全く同じ設計図で建てられていたが、中の構造や部屋番号が不定期に2つの建物で入れ替わることが知られていた。不可解だったのは、彼女が夢日記に書き残した言葉だった。あの猫がまた出てきた。私の夢じゃない。誰かの夢の中だった。ひなたは事故前から他人の夢にランダムで現れる迷子の猫について言及していた。そしてその猫は事件直後に全く別の居住者の夢にも出現していたという。さらに夜間の一室から見つかったメモにはこうあった。建物がすり替わった夜、猫は昼にいた。星が一つ消えた。問題。ひなたはなぜ姿を消した？そして消えた星が意味していたものとは？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか？ぜひ挑戦してみてください。嘘をつくと星が消えるってとんでもない能力の持ち主やな。ひなたには一生正直者でいてほしいな。猫は消えた星の建物にいた。ひなたは本当は失踪などしていませんでした。彼女は建物の入れ替わりに巻き込まれ、探す側が彼女を見失っただけだったのです。双子の建物、昼間と夜間は外見は同じでも、内部の構造が特定の周期で完全に入れ替わる仕掛けだった。部屋番号も内装もある瞬間に全て反転する。ひなたは事件の当日、昼間の304号室にいました。しかし、入れ替わりによって、その部屋は夜間の304号室と中身が置き換わってしまい、そのまま建物ごと違う場所にいるように見えてしまった。彼女はそこから出られず、中から観測データだけを更新し続けていました。だが、記録される星が一つ、また一つと消えていく。その理由は嘘ではなかった。猫、夢の中に現れる迷子の猫は、建物の入れ替わり時に、ある人物の無意識を通じて記憶干渉を起こす存在だった。夢で猫を見た者は、その夜、部屋のすり替わりを認識できなくなります。つまり、ひなたは存在していましたが、他者からいなかったことにされてしまったのです。星が消えたのは、観測記録が誰にも読まれなくなったから。彼女の報告は嘘ではなかった。だが誰にも認識されなければ、観測されない星は存在していないとされてしまうのだ。星は消え、猫は夢に現れ、建物は入れ替わりました。そして、ひなたは誰の現実からも抜け落ちてしまったのでした。猫は双子の建物のギミックの一部やったんかな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。この世界観なら今回くらいの規模の出来事はよくある些細な出来事なんやろな。
次回予告。吐き出された歌が詩人を飲み込んだ。時間が逆行する家。逆らわなかったのは言葉だけだった。次回、時を喰らう歌。逆行する言葉の先、あなたは覗けますか？時を喰らう歌。ある晩、森の奥の一軒家で詩人のトオルが失踪した。その家は時間が逆行していることで知られていた。日が昇ると星が見え、割れたカップは元通りに戻る。ただし、家の中だけが逆行し、外界とは連動していない。トオルは特殊な病を患っていた。口から発した言葉が実体となって現れてしまう。制御不可能な言語具現化症候群。彼が最後に発した言葉は、ある古い詩句だった。それは、すでに死語となった古代語で記されており、誰にも意味はわからなかったが、その直後に家の中で異変が起きたという。現場には一つのノートが残されていた。彼の歌は私にはもう届かない。だって私の中に彼の時間がもうないから。唯一の証人は編集者であり長年の同居人だったナオ。彼はこう語っている。彼の感情は死んだ言語でしか表現できないんです。でもあの日、言葉ではなく何かが家の中で形になった気がしました。家の内部は崩壊しつつも修復されていく。誰もいないはずの部屋で詩の断片が壁に浮かび上がっていた。問題。詩人のトオルはなぜ消えた？そして家の逆行する時間と言葉の具現化が交わった時、何が起きた？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか？ぜひ挑戦してみてください。トオルの生活は大変そうやな。せめて無事やといいな。時を喰らう歌。真相は言語、時間、存在の三重構造にありました。詩人のトオルは現代語では感情を表現できなくなっていました。彼にとって本心は死語。かつて存在し、今は通じない言葉でしか語れないものだったのです。その彼がある夜、最後の感情を歌にして吐き出した。それは具現化症候群によって実体として家の中に発生した。しかし、そこは時間が逆行する家。言葉が形になると同時に、その存在は時間の中で遡り始めた。結果、具現化された言葉は時間の巻き戻しによって自らの発生源、つまり発した本人へと収束していきました。言葉は具現化し、逆行しました。逆行した言葉はトオルという発話者へと向かい、彼の存在そのものを吸い込みました。まるで歌そのものが彼を飲み込んだかのように。残されたノートの文はナオ自身の言葉だった。彼の歌は私にはもう届かない。だって私の中に彼の時間がもうないから。時間の流れが異なるこの家で言葉が残り、発話者が消えました。それは届かない歌が最後に選んだ姿でした。今のトオルはどういう状態なんや？みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな？終わりがないのが終わり、みたいな無限ループに陥ってるんかな？次回予告。甘い心臓と冷たい判決。真実は天地の向こう側にある。裁かれるのは人間か、それとも一そのものか。次回、逆さに釣られた町。裁判所の真実、あなたは気づけますか？逆さに釣られた町。その町には言葉の重さを記録する装置が存在する。
正確には街全体がそれで構成されていると言ってもよかった。カレンダーも時計もなく、代わりに家々の壁が今日は火曜日と語る。曜日は壁の話し声でしか判別できない。心臓の動力源が砂糖になってから人々は感情で壊れることがなくなった。代わりに甘さが足りないと感情を失うようになった。この街の地図は視覚障害者のために作られた展示だけの地図帳で、その内容を読める者は街でただ一人盲目の裁判官だけだった。この街では罪の重さは声で測られる。言い訳が軽ければ罰も軽い。だがある日、街の広場で壁が今日は月曜日ですと喋ったことで騒ぎが起きた。それが真実なら街の司法記録が1週間ずれていることになる。しかし問題の裁判官は言った。月曜日などここには存在しない。裁判所には窓が一切なく、外の情報は一切入らない。しかも壁の声は裁判所の壁だけが木曜日と言い続けているという。町の住民の一人、記録係のアミはすべての記録を調べ直したが、どうしても一致しない点があった。地図帳の展示にだけ記された逆さの区域。そこには、この裁判所のある場所は実在しないと書かれていたのだ。問題。なぜ裁判所の壁だけずっと木曜日と言い続けていた？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。妖精さんとか住んでそうな世界観やな。逆さに釣られた街。鍵となるのは地図帳の展示にある逆さの区域という表現です。この街はある一定の周期で上下が反転する構造を持っています。逆さに釣られたようにある時間帯だけ上と下が逆転し、地図上に存在しない区域は裏側にしか存在しない領域を示していました。裁判所の建物はその反転領域に設けられており、常に木曜日の位相に固定されている空間だった。つまり裁判所の壁が語る木曜日という情報は物理的に他の区域と時間の流れが違うということを意味していた。逆さの構造によって裁判所は他の区域よりも一歩時間が遅れていました。そのため他の場所が月曜日であっても裁判所内はまだ木曜日でした。壁が語る曜日は単なる時間の表示ではなく、空間が属する時間層の違いを表していたのだ。街の記録がずれていたのではありません。街そのものがずれて存在していたのです。上下が反転した時って落ちたりはしないんかな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。地動説を信じなかった人ってこういう気持ちやったんかな。次回予告。誰かを忘れることは誰かを殺すことと同じなのかもしれない。消えた記憶。それは最も強い意志の証。次回、夜に溶けるシャツ。燃えた制服の意味、あなたは気づけますか？夜に溶けるシャツ。6月のある夜、学園の講堂で火災が起きた。出火原因は不明。だが、講堂に残っていたのは、制服だけが焦げた状態の遺体だった。焼け残った制服は、なぜか鏡に映らなかった。そのことが公にされることはなかったが、現場検証に立ち会った警察官たちの間では、厄介な死体として語られた。講堂で何が起きたのか。一人の女子生徒、沢は、火災前日の夜、
誰も操作していないラジオからごめんと聞こえたと証言していた。沢はある教師に強く呼び出されていたが、翌日その教師は辞職した。理由は明かされず、教師の部屋には傘だけが残されていた。その傘には翼のような飾りがついていたが、落下の痕跡も飛んだ痕跡もなかった。講堂の焼け跡にいたもう一人の生徒、水木はこう言った。昨日までの記憶が今日になったら温度で変わってた。温度で変わる記憶。それは、ある研究室が開発中だった記憶可塑性インクを用いた。感情記録シャツの影響と関係があると噂されていた。火災の夜に着られていた制服には、そのインクが使用されていた。つまり、焼けたのではなく、記憶が消えた可能性があった。では、講堂で誰が燃え、何を消そうとしたのか。問題。なぜ制服は焼けたように見え、かつ鏡に映らなかった？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。AI が作った問題って記憶操作されがちやない？夜に溶けるシャツ。この制服には温度によって記憶内容が可視化される特殊インクが使われていました。これは着ている人間の感情を色と形で記録する実験に使われていましたが、極端な高温でインクが変性すると、その人の存在自体の視覚的記録が消えるという性質がありました。鏡に映らなかったのは、その制服に誰かが着ていた証拠が消去されたからだ。つまり、誰かがそこにいた事実は物理的にはあっても、視覚的記録上は存在していない状態となっていた。教師が残した傘は誰かを守ろうとして失敗した象徴。翼のない傘は飛べなかった後悔の記憶でした。つまり、制服を着ていた人物は自らをこの世から記録上消し去ったのです。ですが、焼けた痕跡を残したのは後悔だけは残したかったからです。この事件は死ではなく痕跡からの逃走だったのです。遺体が記録に残ってないのは警察にとっては相当厄介やったやろな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな？傘で誰かを守ろうとしたっていうのはインクを傘で防ごうとしたってことなんかな？次回予告。嘘を記録する場所が本当の時間を止めた。傘が乾かないのはあの日の雨がまだ続いているから。次回、最後のボタンが押された日。嘘で守られた記録、あなたは受け取れますか？